はい、どうもレビペンです。今回はクオルベックスのビルドを紹介していきます。4番目のアビリティのビームをメインにした構成が有名ですが、今回は一味違った構成を紹介していきます。武器やコンパニオンとの相性も加味した組み合わせになっているので、最後までご覧ください。まずはこのフレームの大まかな特徴を押さえていきましょう。1番目のアビリティはトーチのようなものを設置して敵をのけぞらせて放射線の状態異常をばらまきます。2番目のアビリティは敵を整列させるように集め放射線の状態異常を確定で与えます。3番目のアビリティはクオルベックスと味方の周りに石のようなものをくっつけて状態異常を防いでくれます。4番目のアビリティはビームを放って短時間無敵になれます。2番目のアビリティと組み合わせればかなり強力なアビリティです。しかし鋼の道のりのアコライトなどの動きの速い強敵には手も足も出ない場合があります。さてクオルベックスのアビリティをざっと確認してみましたが、4つあるアビリティで1番目のアビリティ以外に共通する項目が1つあります。それはアビリティの効果時間が影響しないという点です。つまり1番目のアビリティを別のものにしてアビリティの威力と効率を強化した構成にすれば快適にクオルベックスで戦えることになります。では早速詳しいビルドを見ていきましょう。今回はオロキンリアクター、フォーマ6つ、ウォーフレームエクシラスアダプターを使ったビルドです。まずは1番目のアビリティにヒルドリンの能力を入れます。このアビリティでいろいろな敵を柔らかくしつつ自分のシールドを簡単に満タンにすることができます。クオルベックスはシールドの初期の値がそこまで高くなく、シールドがなくなった後の無敵時間が 1.24 秒しかありません。そのため肩ライジングシールドを入れて無敵になれる時間を 1.3 秒以上確保しましょう。これによって1番目のアビリティを発動するだけでほぼ確実にシールドが満タンになります。次にエナジーサイフォン、プライムドフロー、フリーティングエクスペリタス、イクイリブリム、そしてアルケインエナージェイズで快適にアビリティを打てるようにしましょう。アダプテーション、プライムドシュアフッテドで耐久力を盤石にし、あとはプレシジョンインテンシファイ、オーガーシークレッツ、トランジェントフォーティチュード、そしてモルトオーグメントでアビリティの威力を上げましょう。アルコンのかけらは黄色2つでアビリティの発動速度を上げ、オレンジで放射線状態異常が付与された敵へのアビリティダメージを上げ、残り2つを緑にして毒の状態異常のダメージを増やします。クオルベックスには毒のアビリティはありませんが、このアルコンのかけらは武器の攻撃を強化するためにつけています。次は武器のビルドを見ていきます。今回使う武器はレッドベールというシンジケートからポイントで購入できるラクタダークダガーです。採用した理由は放射線の状態異常がかかった敵を攻撃すると攻撃したダメージの 5% がシールドに加算されるからです。クオルベックスのアビリティは放射線の状態異常を確定で与えるので相性は抜群でしょう。このビルドではオロキンカタリスト、フォーマ4つ、武器エクシラスアダプター、近接アルケインアダプターを消費します。これがラクタダークダガーのビルドです。複数の種類の状態異常を敵に与えて倒すのがこの構成の目的です。そのためにまずはコンディションオーバーロードとヒーリングリターンを採用しました。これで火力を上げつつヘルスを回復する手段を確保します。次は属性を増やしていきます。ボルタティックストライクとビシオスフロストで磁気の属性を作ります。そしてバルレントスコージで毒の属性を作りましょう。先ほどクオルベックスに緑のアルコンのかけらを入れたのはこのためです。さらに使いやすくするためにレッドベールから購入できるグリーミングブライトを採用しました。このモッドを入れるとこの武器を持っている間ゲージが出てきます。ゲージが満タンになると周りに感染ダメージをまき散らしエネルギーが回復できます。次にログインボーナスとバロ基地から購入できるモッドで武器を振る速度とリーチを上げましょう。この武器はリーチが短く攻撃速度もそれほど速くはないので底上げが必要です。あとはエクシラス枠で天の塊を有効にしてメレーボルテックスを入れましょう。天の塊でヘビー近接攻撃を発動しやすくできます。先ほど磁気の属性を作ったのはメレーボルテックスの能力で吸引効果を発動するためです。状態異常の発生確率が 100% なのでそれなりの確率で吸引効果が発生してくれます。続けてコンパニオンのビルドを見ていきます。今回採用したのはサハサクブローです。フォーマを5つ使いオロキンリアクターを使いました。
金星のオープンワールドで手に入るメッカとシンスのモッドのセット効果や能力を活かしていきます。メッカモッドのセット効果は武器やアビリティと相乗効果があるので、ぜひ活用していきましょう。このセットモッドを入れると敵の頭の上に犬のアイコンが出ることがあります。この犬のアイコンがついた敵を倒すと、その敵にかかっていた状態異常が広がります。マークがついた敵に積極的にアビリティを当てて近接武器で倒しましょう。それ以外はよくあるモッドをつけています。白いモッドはバロ基地などからゲットしましょう。他の武器は基本的に使わないので好きなものを使いましょう。プライマリ武器は状態異常率が高い武器を採用すると、クブローが与える攻撃の状態異常率が上がります。ではビルドができたので使い方を見ていきます。まずはミッションが始まったらエネルギーをギアなどで貯めましょう。貯まったら3番目のアビリティを発動しておきましょう。敵が出てきたら近接ボタンを押したまま突進しましょう。画面中央にマークが出たらヘビー近接ボタンを押しましょう。マークが出たタイミングでヘビー近接を押せば画面右下のコンボを消費せずにヘビー攻撃を出すことができます。敵がいい感じに増えてきたら2番目のアビリティで敵をまとめたり、4番目のアビリティで敵を貫きましょう。シールドがなくなったら1番目のアビリティを使ってシールドを満タンにしましょう。ラクタダークダガーを使っていればシンジケート効果でエネルギーがたまに回復できます。さらにこの武器の特性でシールドが回復し放題なので、敵がいて1番目以外のアビリティが打てればシールドが枯渇することはほぼなくなります。そして犬のマークがついた敵を倒していけば様々な状態異常をまき散らすこともできます。メレーボルテックスの吸引効果も強力です。ある程度開けた場所で戦えば鋼モードの耐久ミッションで30分間酸素カプセルを作動させずに戦い続けることができます。そして鋼の道のりではアコライトという手強いボスが出てきますが、他の敵を攻撃するついでに倒す火力が確保できました。ただしマニアというアコライトは吹き飛ばし攻撃があるので、マニアだけは要注意です。マニアだけ気をつけて戦いましょう。適度に2番目のアビリティを使いつつ3番目のアビリティがなくならないようにして近接ボタンを押しっぱなしにして、マークが出たらヘビー近接ボタンを押す。ボスがいなくて敵が多くてエネルギーに余裕があれば4番目のアビリティでビームを打つといった感じで使うと良いでしょう。以上がクオルベックスの近接武器ビルドの概要です。武器との相乗効果を考えるのはなかなか楽しかったです。ご視聴ありがとうございました。続きをお求めの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回、さよなら。